はようございます。なごみけです。今回はデスク環境に関する動画です。こういった自宅での作業環境において最も効率を左右するのはやっぱりこのモニターですよね。今回は台湾のブランドベンキューさんから、こちらのモニターをお借りしているんですが、このモニター特に Mac を使っている方におすすめしたいアイテムなんです。 Mac におすすめというふうに銘打たれている製品は、結構あるんですが、今回のこのベンキューのモニターに関してはもうここまでやってようやく Mac におすすめと言えるだろうというくらいにこだわられています。細かな使い勝手やストレスの軽減というところに本気で取り組まれた結果のこのプロダクトになっているので、ぜひ動画最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。ということで今回紹介するこちらのモニター、この頭についている MA というのがこちらのプロダクトが入っているこの MA シリーズの製品ラインナップということを表しています。この MA シリーズというのは MacBook のために作られた初めての専用のラインナップなんですね。わかりやすいところで言うと、このプロダクトの外観というかね、製品デザインみたいなところに現れているかなと思います。 MacBook との相性を考えられたかなりシンプルなデザインになっていて、シルバーを基調としたスタイリッシュな雰囲気が漂っています。ただこれ最初に話した通りで、デザイン面はこう Mac との相性を考えていますって製品割と多く存在するんですよね。その中でもこのベンキューの MA シリーズに関しては本気で Mac との相性を考えられた機能性能が多数備わっているんです。ではここからは実際にこのモニターの特徴について一つずつお話ししていきたいと思います。一つ目は Mac との色味の一貫性というのを重視したカラーチューニングになっています。よくこういった外部モニターと MacBook をつないで使おうとした時に起こる問題っていうのが、この2つのディスプレイの色味が絶妙に違うという問題です。 Mac ではディスプレイ P3 という独自の色域を採用しています。なので他社製 Apple 以外のディスプレイを使おうとするとどんどん色味がちょっとずつずれてしまうんですよね。この問題、自分のような動画編集をする人間としては本当に致命的な問題なんですが、そうでない方でも例えば写真を編集する、イラストを描く、グラフィックを作る、デザインをやるなどなど、いろんなクリエイティブ系の作業において結構ね、めんどくさい問題なんですよね。これをベンキューでは独自の技術によって MacBook に搭載されているディスプレイにできるだけ色味を近づけて再現しているんです。これによって MacBook で作業している時とこういった自宅の環境で外部モニターを使って作業する時で感覚がほとんど変わりませんし、またデュアルディスプレイで、MacBook の画面とこのモニターの画面両方とも使うという場合にも左右で画面の色味にズレがないので、ここに違和感が生じないっていうのも本当に嬉しいところです。で、この MacBook の色味を再現したカラーモードを MBook モードと言います。この MBook モード自体はベンキューの他のモニターにも搭載されているんですが、 MA シリーズではこの MBook モードがデフォルトとして設定されています。なので購入してすぐ MacBook を接続したらもうすぐに MBook モードとしてほぼ同じ色味が再現されているんですね。これが MBook モード、MacBook との相性の良さを最優先に考えられています。そして2つ目は27インチの大きさで 4K の解像度を誇るスペックです。もうこれに関してはもう全員におすすめできるスペックだと言えます。モニター選びに関して僕は常々迷ったら27インチか28インチの 4K のディスプレイを選ぶべしというふうに言っています。この理由は至ってシンプルで、普段のノートパソコンを使っている感覚をあまり変えることなく作業環境を拡張できる上、画面が大きすぎる、あとはモニターの値段が高すぎるという問題も起きないからです。ディスプレイは画面が広いほど作業効率が上がるというわけではないんですよね。実はこの画面が大きければ大きいほどモニターを見るこの頭の動きとか目線の動きっていうのが広くなるので、どんどんと疲労度が上がっていくんですよね。具体的には30インチのサイズを超えてくると、ちょっとこれは僕には合わないといった人が結構現れてくる感覚がありますね。なのでそういった問題が起きないけど、でも画面が広いので作業効率が上がるというのが、まさにこの27、8インチくらいのサイズ感なんです。また解像度の 4K に関しては、特に普段 MacBook を使っている方ならわかると思うんですが、これ以下になると結構画質の粗さっていうのが目立つようになってきます。フル HD のモニターももちろん使えるんですが、ただやっぱり快適さの最低ラインを取ろうとすると 4K 以上の画質が欲しくなると思います。一回でもこの2つのモニターを比較してみると結構違いが分かりやすいので、ぜひぜひそういう気になった方はね、家電量販店とかで実物を見るのがいいかもしれません。個人的にはこの 4K が最低ラインですかね。
またシンプルに今 YouTube とかでも画質 4K が最大限で対応していると思います。こういった映像コンテンツを最大限に楽しむためにも 4K の解像度は最低限保っておきたいなというのが僕の思いですね。そして3つ目の特徴はこのディスプレイ自体に各種ポートを積んでいるという点です。いろんな種類のポートを積んでいるというわけではないんですが、ただ、90W と 15W の USB-C ポートを搭載しています。なんだかんだ便利ですよね。特に USB-C ポートは1つ 90W に対応しています。でこの 90W のポートに USB-C ケーブルを挿してこのケーブル1本で MacBook と接続することによって MacBook を充電しながら画面出力ができるというようなミニマルに使用することができるんですね。最近って MacBook Air でも今 70W 近いスピードで、充電することができるようになっています。90W 出力まで対応しているこのBenQのモニターであれば一番速いスピードでこの MacBook を充電できるので、そういった出力っていうのも結構大きな魅力かなと思います。以上が大きな特徴にはなるんですが、ここからは実際に僕がおすすめだと感じたポイントをご紹介していきます。一つ目はこのBenQのモニター、なんとモニターの各種設定をソフトでいじることができるようになっています。ここが僕は一番感動したポイントで、巷の MacBook と相性いいですよって言ってるモニターとは一線を画す理由だと思っています。もうこのポイントだけでも MacBook ユーザーがこのモニターを選ぶ価値があると思います。と言われてもちょっとピンとこないという方もいらっしゃると思います。通常ですね、Apple の純正以外のディスプレイでは、例えばモニターの明るさを少し明るくしたいとか、モニターから出てくるスピーカーの音量をもう少し大きくしたいっていう時には、このモニターの例えば下とか背面についているボタンを触って操作することになるんです。MacBook にも音量ボタンとかディスプレイの明るさを調節するボタンはありますが、あくまであれは MacBook 本体のディスプレイを調節するだけで外部モニターまでは調整できないんですね。でこれは別にストレスというよりはもはやもうそういうものと僕はもう当たり前だと思っていたので、普通にこういったモニターはもうディスプレイの下の方にあるこのボタンとかを触って操作をしていました。それがこういったキーボードについている音量調節とか明るさ調節のボタンでこの外部モニターの各種設定をいじることができるんです。それを叶えてくれるのがこのBenQのモニターに対応しているディスプレイパイロット2というアプリケーションです。何ができるのか簡単に示すとこんな感じです。キーボードの操作で音量とか明るさなどを調節することができるようになっています。本当にまるで MacBook を使っているかのような使い心地。モニターのハードの設定の部分をこういったソフトウェアでコントロールすることができるんですね。地味です。地味なんですけどめちゃくちゃ嬉しいポイントです。どうしてもこういったディスプレイの下についてたり裏側についてるボタンって見えないので操作性は良くないんですよ。これはもう当たり前というかといって表の部分にこう露出しててもちょっと見栄えが悪いですよね。それをまるで MacBook を使っているかのようにこのキーボードの操作でいじることができるようになるんです。しかもこれ複雑な設定は不要です。本当にアプリをインストールするだけといったくらいでこういった操作が可能になります。そしておすすめポイント2つ目は先ほども話しましたが色味の問題ですね。MacBook と変わらない色味っていうのは想像以上にストレスを減らしてくれます。最近のモニターはどれも高性能なので、例えば色味の再現率がもう 99% 超えてますみたいなものは結構多いんですが、それが必ずしも MacBook の色と同じですと言っているわけではないんですよね。MacBook が最もリアルに色を出しているわけではないんですよ。これね、使ってるとわかると思うんですが、ちょっと特殊な色味をむしろしている方だと思います。なので Mac と使うモニターを選ぶときには色味の再現率、どれだけリアルかという点だけではなくて Mac とどれだけ近いかというのを、むしろこっちの方を重視してモニターを選ぶ必要もあると僕は思っています。そういった意味でも本当にこのモニターは魅力的ですよね。それこそ先ほど話したデュアルディスプレイの体制にした時に色味の確認作業をどっちのディスプレイでやろうみたいなことも考える必要がなくなります。そして先ほど話したこのモニター背面のポート類、こちらに関してもちょっと個人的な意見というかね、おすすめポイントをお話ししたいと思うんですが、 USB-C ケーブル1本でこの MacBook と接続できますよということだけではなくて、もう一つ USB-C ポート、こちらは 15W 出力ですがついていますし、 USB-A のポートもついています。例えばここからケーブルを生やして iPhone を充電するっていうのもいいと思いますし、 USB-A のポートにウェブカメラを接続して、モニターと一緒に使うことができるようにもなります。
僕の場合はこういったこの USB-C ドックというかね、ハブみたいなものを別で使っているのであんまり必要とはしていないんですが、ライトユーザーの方にとってはできるだけこういったものを別で買いたくないと思います。そういった意味でもモニターの裏にいろんなポートがついているっていうのはめちゃくちゃ便利ですし、ウェブカメラの接続とか iPhone の充電くらいの機能性を十分に有しているのであれば、むしろこちらの方が便利かなというふうに思っています。めちゃくちゃたくさんポートが必要なわけではないけど、ゼロだとそれはそれで使いづらいっていうのが結構悩みだと思うんですよね。 USB-C2 つ USB-A そして HDMI といった基本的なポートが付属しているというのが一番ありがたいポイントかなと思います。そして4つ目、こちらは基本的な性能ではあるんですが、もちろんベサマウントにも対応しています。なので僕は今スタンドを使っていますが、モニター下のスペースをちゃんと空けておきたいという方にとってはモニターアームを別で購入して使うこともできますし、また付属しているこのスタンドも結構高機能です。高さの調節とか角度の調節もできますし、またモニターの角度を90度回転させて縦型にしても使うことができます。それこそエンジニアの方とかで Mac を使っている方結構いらっしゃると思うんですが、そういった方にとってもこのモニターかなりおすすめです。はい、ということで以上今回BenQのモニターをご紹介しました。本当にね MacBook ユーザーにとってはかなりおすすめできるポイントが豊富に詰まっています。デザインのスタイリッシュさとかだけではなくて、いろんな使い勝手の部分で MacBook に親身に寄り添ってくれているのがこのモニターです。ぜひいろんな職種の方、学生の方にもこちらのモニター検討してほしいなというふうに思います。ということでこのチャンネルでは他にもライフスタイルに関する様々な動画を上げていますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で。以上、なごみけでした。では。